明日、スピリットアート、劇的、ビフォーアフター、浄化ワークと愛の聖剣好き。おはこんばんちは、どうも、ワスです。今回もあたおか企画の第4弾として、愛の年波で、劇的ビフォーアフターをお届けします。さらに、アセンションの波にうまく乗れるコツについても、詳しくお伝えしていきますね。第3弾のビデオで、次元上昇や波動上昇を意味するアセンションのことをお伝えしましたが、どうやったらアセンションできるのという疑問も湧いてくるだろうと思ったので、今回はそのあたりをまるっと解決しちゃいましょう。要チェケラッチョ。ここまでの数回のビデオで私自身のハンターハンター愛が漏れ伝わっているかと思いますが、自身の波動を高めて次元上昇の波に乗る上でもハンターハンターはとても参考になります。アセンションの必須教材として取り上げたいくらいです。特にウィング先生とビスケ師範の念に関する講義は私も単行本が擦り切れるくらい何度も読み返しました。念能力を開花させる上で天、絶、連、発の基本の4体行は繰り返し実践すると良いでしょう。ただ、ことアセンションに限って言うと、練り上げたオーラは争いのために使ってはいけません。どちらかといえば、グリードアイランド編のアベンガネや、キメラアント編のレオルダン兵隊長、ヒナのように、助念師になるための能力を開花させていく形です。実際に、アセンションする際には必ず起きてくる、念の浄化や条例の過程においては、対象となる怨念、重たい波動や、重たい霊たちの浄化が完了するまでは、身代わりとしての念重、波動の洗い、量子エネルギーがしばらく身体にまとわりつくなど、多少なりとも苦しい事態は覚悟しておく必要があります。あなたもこれまでに、なんだか今日は体がだるいな、とか、ここ数日、全くやる気が出てこねえぞ、と感じて、ぐたーっと横になってる日はありませんか？これは、アセンションの経過として霊体の内側からの浄化が進んでいるシグナルでもあり、実は喜ばしい兆候でもあるのです。数日間の気だるい停滞期間を経て復活すると、あれ、前よりも体が軽くなった気がすっぞ。重たい気が離れてオーラが明るくなったかも。そんな好転反応を感じる人もおられるでしょう。こうしたアセンション症状を体験していく際には、瞑想が大事だと言われることがよくあります。ただ、心を無にして自分と向き合うなんて言われても、いまいち何をどうしていいのかよくわかりませんよね。もちろん私自身も心を落ち着けた状態にして、自分が奥底で何を感じてるのか、本当はどうして生きたいと思ってるのか、思考や感情を整理する時間を取ることはあります。その時間の大切さも十二分に理解していますが、実はアセンションをうまく進めていく上で、最も大切なのは祈る時間を増やすことなのです。やや意外に思われるかもしれませんね。ちなみにお祈りってしたことありますか？日本全国で数えてみると、コンビニ以上に神社仏閣の数の方が多いことからも伺い知れますが、太古の昔からここ日本では日常的に祈る習慣が当たり前に根付いていました。漫画「呪術廻戦」でも語られていますが、古来より日本は呪術やご祈願がお盛んな国柄なのです。祈りとは心の所作であり、意を乗る、意志を乗せるという言霊からなります。原始時代から狩りに出た夫の無事を妻が祈願するように、祭祀王たる天皇が国民の安寧と生活のいやさかを祈るように、地域の祭りでご神婚の宿ったおみこしを担いで共に盛り上がってきたように、神霊と人々が仲睦まじく通じ合っていました。名越の大払いや年越しの大払い、お祭りわっしょいなど、日々の生活で積み重なってきた汚れ、罪と汚れを神仏に祈願して払い清めてきた文化があります。そうした古来からの伝統や精神性を無視して、
現代では唯物論や科学至上主義、背筋主義に流れてしまい、積み汚れが晴れないままに同族同士で批判し合っています。ついつい人は他人を一方的にジャッジして評価し、評論家のように批評したり誹謗中傷する癖がついています。これは小学校から植え付けられてきた物事の一側面しか測れないテストで無理に点数をつけ、強制的に比べられてきた教育と環境にも問題があります。他人を見下したりジャッジすることが当たり前になると、アセンションの道から外れていってしまいます。人それぞれに良いところや異なった特徴があり、その人の置かれた環境の中でできうる限りの役割を果たそうとしているのに、一つ一つの仕事のおかげで生活全般が保たれているから、それぞれの働きに感謝の念が起こっても良さそうなのに、学歴や肩書き、所属する会社や収入などで点数をつけて、どっちが上だ下だと絶え間なく優劣をつけ合っています。一方的にジャッジすると、ワンネスの一体感や愛と調和の状態から離れてしまうことがほとんどです。人は一旦全てを忘れてから生まれてくるので、赤ちゃんから始めて一から学び直さなければいけないし、全てを学び取って実践していくには人生は短すぎます。本来的に人は至らないところだらけ、欠点だらけ、足りないところだらけなのが当たり前とも言えるのです。それを一方的な評価基準を勝手に作って批判したり、その人を深く知りもしないし、本人から聞いてもいないのに、ああだこうだと見てきたように決めつけて非難する。これはもう思いやりや平和の心とかけ離れていますし、今の現代人の間で飛び交っている年波を可視化してみると、見るもおぞましい怪物のような姿に映るのではないでしょうか。その当人の思想や幸福に配慮することなく、あくまでも自分の我見や執着を押し通そうとする、想像力の至らない頑くなな心の中に悪魔が潜み、人をジャッジして里段に分けて見下そうとする心の奥底にサタンが潜んでいます。こうした心の作用に気づいておく必要があります。どうしても学校教育の点数競争やテレビやインターネットの批判的なニュース、資本主義社会でのマウントの取り合いなど、世の中は人をジャッジする環境で溢れ返っているので、意識しないうちに精神状態が汚染されてしまいます。大事なのはそうした心の作用を見極めてじっくりと観察し、闇を光の力で浄化するように愛念の祈りで包み込むこと。怒り、悲しい、恨み、憎しみ、そねみ、羨ましい、イライラする、こうした他人に抱いてしまう負の感情はもちろん、怖い、苦しい、恥ずい、自信がない、不安、挫折、罪の意識、孤独、そうした自身に向けてしまうネガティブな思考も含めて、他人もしくは自分に対して何かしらの不満や不足を感じたら、逃げたり目をそらしたりせず、その感情と向かい合い、認めて、ただじっと観察しながら愛の念波で包んで癒すのです。愛の念で祈るというのは、言い換えれば、慈しみや思いやりの心を持ってその対象について、幸せになりますように、満たされますように、癒されますように、浄化されますように、そう小声でつぶやいたり、心の奥で祈りながら抱きしめること。闇や影は愛で包み込んで光に返してあげる必要があります。つまりアセンションの波にうまく乗れるコツというのは、まず瞑想によって内面の感情や思考を整理して、心の中に偏りや負の感情、ジャッジする思考を見つけたら、愛の祈りによってそれらを癒していくことです。ハンターハンターのネテロ会長が
感謝の正見月を長らく続け、百式観音を編み出して一体となったように、愛の正見月を続けてアセンションを加速させるのです。これらは一つまた一つと浄化されていくにつれて、芋づる式に心の奥底でわだかまっていた感情が次から次に溢れ出てくることもあります。一つのしこりの浄化に数十分で済むこともあれば、それまでに凝り固まっていた年月が長い場合には、数時間あるいはそれ以上に愛念の祈りが必要になることもあります。愛念で包み込んで祈っている最中は、トゲトゲしたりイライラした感情と向き合うので、心の中がざわついたり不快に感じることもあるでしょう。ですが、しばらく見守りながらじっと続けていると、そのうちにふっと軽くなる瞬間が訪れます。まさにその時、あなたとつながった闇が浄化されて光に変わり、波動が上がって高い次元に引き上げられたのです。そうして闇を光に返す浄化ワークを進めていくと、あなたのハイヤーセルフ、高次元にいる自分の源やスターファミリー、魂でつながった高次元の宇宙存在が、癒されてきれいになったあなたの量子空間を、より高い次元の光とエネルギーで満たしてくれます。これによってあなた自身の光の領域が広がって、アセンションが加速度的に進んでいくのです。このように愛念の祈りによって浄化する対象は、もやもやした感情や思考だけにとどまらず、血のつながった先祖霊や低次元の霊や動物霊、住環境や空間に飛び交う念波のクリアリング、その他にもまだまだ無数にあるのですが、それぞれにやり方が違ったり向き不向きもあるので、必要な人には少しずつお伝えしていければと思います。さて、ちょっと真面目ぶったお話が続きましたが、さらに派生的な細かいことは次回以降に回します。それではこのビデオの主題、愛の正見好きによって日々練り上げたオーラをアート作品へ転写する試みに移りましょう。果たして百式観音は降臨するのでしょうか。それでは行きますよ。こちらがすでにご神霊が降臨しているアート作品。これらに日々の愛と感謝の正見好きによって磨き抜かれたエネルギーをプロフェッショナルな匠の技でオーラバーストしていくんだよ。念能力の行が使える人はそれぞれのアートにどんなご神霊が降りているのか、ぜひ当ててみてね。はい、今匠の技によって研ぎ澄まされた分のエネルギーがアート作品に降り注ぐようにお祈りが開始されました。はい、お祈りがすぐさま受け取られて、ハートフルなたくさんのエネルギーが降り注ぎ始めます。すごい勢いです。これぞプロの流儀。なかなか真似できることじゃありませんね。はい、おおよそ追加分のエネルギーがアートに宿り終わりました。匠による愛と感謝の正見好きが行われ、オーラバースト完了です。いいもの見れましたね。それでは前後ビフォーアフターで見比べてみます。こちらがビフォー、こちらがアフター。愛の正見好き前のアート作品、愛の正見好き後のアート作品、2つ同時に見比べてみましょう。あらまあ、なんということでしょう。左側の元々のアート作品でも十分な機能美が備わっていましたが、右側の愛の正見好きが行われた後のアート作品は、さらに存在感と迫力が増してオーラがみなぎり、宿っているご神霊の姿が今にも飛び出してきそうな勢いです。さすがプロフェッショナル。
匠の技ですね。これにはオーナーも大満足。ほっこり笑顔がこぼれますね。違いがわかる人にはわかるビフォーアフターの実演でした。もちろんこれはエンターテインメントの一環なので、雰囲気だけでも楽しんでもらえてれば大丈夫です。さて、いかがだったでしょうか？一回見ただけでは全てを消化して実践するのは難しいかもしれないので、他のあ岡企画のビデオも参考に見返しながら、闇を光に返す浄化ワーク愛念の祈りを進めてみてください。また、愛の聖剣好きの実践にあたっては、2022年8月8日のライオンズゲートのヒーリングエネルギーを転写した際のビデオをアップロードしています。こちらを流しながら愛念の祈りを進めていくと、浄化ワークがはかどると思うので、ぜひ活用してみてね。エンタメとして面白かったよ。もっといろいろと見てみたいな。そのように感じていただけた人は、高評価やチャンネル登録、コメントなど残していただけると、とっても励みになります。最後までご視聴いただいてありがとうございます。